加藤の415系100番台常磐線国鉄標準色4両セットが7月28日に発売されましたので2セット購入してしまいました。今回のメーカーおすすめはこれと増結セットの415系500番台をセットで買うとそちらに8両入れられるブックケースがついているのですが、電吉おじさんは近郊型電車はセミクロスシートでないと嫌なので500番台ロングシートはスルーした次第です。そこであらかじめ8両収納ケースを用意して発売を待っていたというわけなんです。電吉クラブです。今回は発売されたばかりの加藤415系国鉄標準色を電吉コレクションに迎えるためにいじります。後半にはトミックスの415系との比較もありますのでどうぞ最後までお付き合いください。日本の高直両用電車の歴史は1961年常磐線の401系と鹿児島線の421系から始まりました。その前面デザインは1958年から東海道線で活躍を始めた153系前期型と同じデザインが採用されました。両者の区分は401系が 50Hz 用、421系が 60Hz 用で常磐線の401系は先頭部のおでこ部分、鹿児島線の421系は車体裾に当初の数年間クリームの細い帯が入っていたのが特徴でした。この後モーターの出力アップ型となる403系、423系を経て 50Hz も 60Hz も走れる415系が登場したのが1971年になります。今から50年ちょっと前のお話です。その前面はまたまた1961年にマイナーチェンジした東海道線の153系500番台後期型と同じものが踏襲されました。直流の111系電車の登場は1967年なので近郊型新性能電車は高直流用が1年早かったことになります。そもそも直流電化と交流電化は電化するための初期費用が高く電車製造費が安い直流が運転頻度の特に高い大都会、逆に初期費用が安いが電車製造費が高い交流は地方線区の電化の切り札とされました。大都会東京に直結する常磐線が取手医園交流電化なのは茨城県石岡市に地磁気観測所があるためで直流電化は磁気を多く発生させてしまうからなんだそうです。そのためつくばエキスプレスは守谷以北が交流電化になっているし関東鉄道常総線に至ってはラッシュ時時間9本もの運転回数を誇る複線ながら未だに非電化路線になっています。では開封したいと思います。こちらをこう外して蓋を引き上げてそして発泡スチロールに入った車両を引き出します。説明書、行き先シールが入っていますね。いいですね。赤の13号のローズピンクって本当に渋くて大好きなんです。国鉄の高直両用の近郊電車だけじゃなくて急行型や電気機関車にも採用されました。部品を見てみましょうか。では付属部品を見ていきましょう。まずこちら胴受けです。常に先頭に立たせる丘を選んで取り付ける部品です。次にジャンパー線パーツです。ここに3つ穴がありますが先頭車か中間車で取り付けるパーツが違います。それからこんな部品、これは先頭車の行き先表示幕に
デフォルトではブルー地に普通が入っていますが、白地に変える部品です。最近の加藤は信号変換やアンテナなどユーザー選択の必要のないパーツは全て取り付け済みになっているところが嬉しいですね。それと415系の屋根色ですが、いつもの加藤のちらっちゃけた色と比べると少し濃いので、この色を生かして墨入れすることにしました。ベンチレーターはロイヤルライトグレー、クーラーは軍艦色を吹いてから墨入れしたらリアルになると思いました。こちらはクハ411-200番台になります。上野寄りの先頭車でトイレがあります。ジャンパー線取り付け用の穴はありません。そしてこちらは水戸平寄りの先頭車で100番台です。お顔にジャンパー線取り付け穴が開いています。同じクハですが床下機器が全く違うんですね。しっかり作り分けられています。それと行き先方向幕が準備工事の状態で製品化されていますね。準備工事部分の H ゴムが感動するくらい細いのが素敵です。それから客扉と戸袋窓の H ゴムも細くて綺麗です。窓割りはシートピッチが改善された100番台グループの特徴的な姿ですね。0番台と並べてみました。0番台の窓割りは黄色い丸の中の窓割りがドアに対して左右不均等になっているのがわかります。それに対して100番台の窓割りは水色の丸のようにドアに対して左右均等になっています。お分かりいただけましたか？これは直流の113系も同様で、一昨年の暮れでしたか、加藤から発売された車両はシートピッチ改善前の仕様が選ばれました。それまではトミックスも加藤もシートピッチ改善型の2000番台ばかり作っていましたので、加藤の英断に感謝したものでした。僕はこういうところにマイクロエースの参入が影響したと考えています。N ゲージが大人ユーザーの方を向いてくれた瞬間だと思いました。続いてモハ414モーター車ですね。最近の加藤の標準でカプラーもボディマウントの密連が装着されています。それから何といっても硬直流電車はパンタグラフ周囲の高圧機器が魅力的です。この線の細さがいいですね。こことかここの高圧線は前に買ったトミックスでは省略されていた部分が作り込まれています。それからハクビーなのは外紙が白い別パーツになったことでしょうか。その上にパンタグラフや高圧線が取り付けられています。いやー、久々にその出来栄えに感動しています。僕は前に出た新色を買っていないので初めて手にした感動なんですよ。それでは用意していた箱に収納します。今回の415系は少しでも安く買いやすいようにと基本セットを紙箱で販売していますので、増結セットがないとブックケースが手に入りません。そこで8両用のブックケースをあらかじめ準備していたんです。それでは編成の両先頭車に胴受け部品をはめたいと思います。正面からこう持っていって平らに押し込めば取り付け完了です。そうするととても締まったクハの表情が現れます。で、こちらとこちらは両先頭なので箱に戻して先頭車専用に固定。逆に中間に封じ込められる2両のクハについてはヘッド&テールライトのオンオフスイッチを忘れずにオフにしておきましょう。ではモーターのテストをしてみましょう。トミックスの古いパワーパックなので微妙な電圧調整ができないところはお許しください。走行の画像なのでここの部分は一切の早送りなしの実際の走行速度をご確認ください。動力車を入れ替えて再び走行テストです。加藤の動力は多少のモーター音はありますが、よく走ることでは昔から安定していますね。それでは動力車を2両にして
動力のシンクロ具合も見てみましょう。いやー、息もぴったり、普通モーターでの運転になりますが大丈夫そうです。ライトの明るさも見ておきましょう。ヘッドライトいかがですか？テールライトもご確認ください。負荷を入れ替えてテストです。明るさは十分なんですが、最近の加藤の電気機関車の高々とした明るさには及びません。仕方ないですかね。シールドビーム化されたヘッドライトは実物は明るいのですが、模型では直径が小さい分不利なんですよね。それではこの後の加工箇所の概要ですが、とても精密にできているので加工箇所も絞れると考えています。まずは屋根を外してクーラーを外して炭入れ、ベンチレーターも外してここの部分は炭入れが必要ですね。それから高圧機器部分は1回部品を外して全体的に屋根に炭入れブラウンを流してホコリっぽくしたり陰影をつけたりしてみましょう。そしたら外紙たちを戻して高圧線も戻してパンタグラフはグレーに塗って周にゴールドを刺して戻してあげましょう。そうしてから屋根上のこの高圧配線ですが、配線はカッパーで筆差ししてリアル化したいと思います。そのくらいですね。基本は細かく精密にかっこよくできているので十分なのではないでしょうか。で、まず4両加工した段階で加工したのとしていないのの違いを比較して見ていきましょう。それではスタート。分解して塗装に入っていきますが、ここら辺はいつもお見せしている工程なので5倍速で飛ばしていきましょう。先頭車のクハの床板を外すときはテールライトのレンズが細くて折れやすいので破損に気をつけましょう。可動性は部品が逆向きにつかないようなポカよけや矢印による向きの指定なども万全なので安心して分解できます。415系の屋根色は加藤にしては少し濃いめでいい色なので、このままタミヤの炭入れブラウンを流しましょう。パンタグラフはこのメタルプライマーを吹いて、その上からクレオスのナンバー32軍艦色 ② を吹きたいと思います。クーラーなんですけど、クーラーはクレオスのナンバー31軍艦色 ① を吹いてから炭入れブラックを流せばかっこよくなりますね。ベンチレーターはタミヤのロイヤルライトグレーに吹いてから通風口に炭入れブラックを流して仕上げます。こちらの白い外紙は1回外してから屋根の炭入れをして再び戻したいと思います。その時には外紙の白にも炭入れブラックを流してから戻すことにしましょう。では進めていきます。それでは説明していた通り、ベンチレーター、屋根上、クーラー、外紙の順番に塗装と炭入れをやっていますので、ここは3倍速でご覧いただこうと思います。ベンチレーターの通風口は彫りが深いので黒を流さなくても大丈夫だったかもしれませんね。屋根上は例によって炭入れブラウンをハケで全体に流してキムワイプでポンポンと簡単に拭き取るいつもの手法です。加藤の屋根上は色が薄くて気に入らないことが多いのですが、今回は少し濃いめだったのでそのまま炭入れしています。クーラーはいつものようにクレオスナンバー31軍艦色 ① を吹いてきた上で炭入れブラックを流して陰影をつけます。外紙はもともと白で成形されているし小さな部品なので、そのまま炭入れブラックを流して陰影をつけるだけにしました。モハ414の屋根上は屋根上配管や高圧機器の周囲に炭入れブラックを流します。さらに陰影が際立つんです。クハ411のアンテナ配管も同様です。炭入れが乾いたら
綿棒の先にエナメル溶剤をつけてこすってあげるとすっきりします。次はモハ414の屋根上の組み立てです。白い外紙はこんな風に何個かつながっていて素晴らしい設計になっています。そこに高圧線と塗装済みのパンタグラフを乗せてやります。ほらほら、だんだんかっこよくなってきましたね。そうしたらクーラーの墨入れブラックもすっかり乾いたので、エナメル溶剤をつけた綿棒で拭きます。ほら、陰影がはっきりしましたね。ではいよいよ組み立てです。ベンチレーターもクーラーも正規の取り付け穴に戻すだけなので、このまま5倍速でご覧ください。パンタのシューをゴールドに塗ったら、次は高圧配管ですが、外紙が下からはまっているだけなので、塗ろうとすると沈んでしまいます。よって高圧配管の筆差しはボディに屋根を戻すことで固定されるので、組み立ててから行うことにしましょう。そうしたらここで全車両の屋根とボディを組み立ててしまいます。それからモハ414の屋根上高圧線にカッパーを筆差しします。クレオスのカッパーが少しゴールドっぽい色合いに見えましたが、ここはこの金属色で高圧線を塗るとがぜんかっこよくなるんです。そうしたら高圧線パーツにモールドされた外紙を白く筆差しすることや、カッパーがはみ出した部分の筆差し修正を行って終了します。はい、出来上がりました。高直流電車の高圧配管のディティールががぜん良くなったことと、リアル化加工でほらご覧の通りです。次はジャンパー線の取り付けです。ジャンパー線パーツは配管の部分まで車体色になっているので、ここを黒で筆差しします。筆差しする前にこの部品は塗料が乗りにくい材質のため、透明なメタルプライマーを吹いてからその上に筆差しをしています。ケーブルの黒と車体色の間のちょっとした干渉材の部分にグレーを筆差しするとさらに締まって見えるんですよ。ジャンパー線の取り付けが難しいとの声もありますので、ジャンパー線をつけているところをお見せしましょう。僕はしっかりしたピンセットに画像のような向きにセットして取り付けをしています。まず取り付け穴にピンを合わせたら、蓋の部分にあるピンセットの先端でジャンパー線の線の裏にあるピンをググッと穴に押し込みます。そうすると比較的うまくいきますね。ホースの黒が剥げたところを修正してから画像のようにタミヤ墨入れブラウンを流します。ホコリっぽい表現には簡単でなかなかの方法です。今回は加藤の国鉄415系100番台に手を入れてみました。こちらの4両が今回リアル化完了した車両です。部品を取り付けて屋根上の墨入れ、クーラーの塗り替えと墨入れ、ベンチレーターの塗り替えと墨入れ、お顔への墨入れ、パンタグラフの塗装と周囲への筆差しとウェザリング、いつもの電吉仕様に仕上げました。こちらは買ったままの未加工の製品ですが、明らかに違いますよね。クハ411 100番台ですね。左がリアル化加工済み、右が未加工です。いかがでしょうか。さりげなく違いがわかりますよね。お顔にジャンパー線を取り付けてウェザリング、そしてサイドへ行って乗務員扉などへの墨入れが効いています。それから屋根上、屋根の色は基本的に同じ色ですが、加工済みのクハには
スミーレ・ブラウンの誇りっぽい印象が効いています。やっぱり電吉コレクションの車両にはウェザリング、今までも欠かさずやってきたし、これからもやっていくんだろうな。次はモハ414の比較です。この車両が手を入れたのと入れてないのが最も分かりやすいのでご覧ください。パンタグラフの周囲のウェザリングは一目瞭然ですが、高圧線にカッパーが入っていたり、パンタやパンタのシューが塗ってあるところが違います。いやー、今回の加工は加藤のデフォルトの細工が素晴らしかったので、追加加工もとっても楽にできました。以上、モハ414でした。はい、すべて8両完成しました。前の4両が高萩行き、後ろの4両は途中の勝田止まりの行き先サボにしてみました。クーラーは前の4両は au75 の製品のままにして、後ろの4両はステンレスカバーのタイプの在庫があったので交換してみました。毎年夏になるとカブトムシ採集に行く茨城。横浜に住んでいた僕にとって上野から乗る赤い電車は思い出深い電車だったんですよ。僕の思い出の中の常磐線の赤電はこちらの401系かもしれませんが、小学生の頃祖父母に連れられて母の実家まで連れて行ってもらった思い出があります。よく来てね、カブトムシいっぱいいんかんなこれ。僕は茨城弁が飛び交うこの田舎が大好きでした。土浦と三街道のちょうど真ん中あたりだったと思います。ほら、英語ダメだかんな。全部疑問文になっちまうと語尾上がっから。嬉しそうに話すおじさんの笑顔を思い出しました。こちらは電吉コレクションにあるトミックスの415系ですね。なんじゃこりゃと思われた方もおられると思いますが、大好きな赤電に妄想スパイスとしてグリーン車を連結しています。東海道線の113系に2階建てグリーン車が連結され始めた頃に、我が家では常磐線や高崎線、東北線にもグリーン車の連結を始めました。そういう意味では先見の明があったのかもしれません。もちろん実物通りの編成も集めますが、こういううちだけにしかない夢の編成を揃えるのも N ゲージの楽しみだと思っています。どうですか？こんな自由な鉄分補給の仕方があることをお伝えして本日の動画は終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に加藤とトミックスの415系を見比べていただきながらお別れします。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る上で励みにもなります。とても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。